皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、メロディックデスメタルの代表的なバンド、インフレームスに在籍していた5人のメンバーにより結成されたバンド、ザ・ヘイローエフェクトが2024年にセカンドアルバムがリリースされるということなので、彼らがどのようなバンドなのかを紹介していきます。11月25日に、ファーストアルバムには収録されていなかった楽曲、ザ・ディファイアント・ワンのミュージックビデオが公開されたので、そちらについても皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。インフレームスを脱退した5人のメンバーにより結成されたザ・ヘイローエフェクトは、インフレームスの創設者である、イェスパー・ストロムブラード率いる、全盛期のインフレームスのメンバーが集結したバンドで、もはや、本家インフレームスよりも、こっちの方がインフレームスなのではないかというバンドです。1999年にリリースされたインフレームスの超名盤、コロニーまでは、イェスパーが中心となり楽曲が制作され、2000年にリリースされたクレイマン以降は、もう一人のギタリスト、ビョーン・イエロッテが中心となりアルバムが制作されます。インフレームスを好きな人なら、皆さん気持ちは同じだと思うのですが、90年代までのインフレームスこそがインフレームスで、叙情的なサウンドは、これぞメロディックデスメタルという究極の音楽性をしていました。しかし、2000年代に入り、だんだんとメロデス要素が薄れ、メタルコア化していき、インフレームスの魅力である叙情性が失われていきます。イェスパーが脱退した2010年以降は、モダン化、オルタナティブ化していき、あの頃のインフレームスは、一体どこへ行ったんだ、と言いたくなるほど別バンド化していきます。そんな中、インフレームスを脱退したメンバーたちは、週末に、ジャムらないか、一緒に曲を作らないか、それは最高のアイディアだ、と意気投合し、2019年にミーティングが行われます。メンバーたちは、どうせジャムるなら魔法使いを呼ぼうじゃないか、ということになり、イェスパーも誘われ、ミーティングに参加することになります。全員乗り気で始まったミーティングだったのですが、どんなタイプの音楽をやりたいかについてははっきりしていなく、ただ、また一緒にやりたいということだけしか分かっていない状態で、曲作りが開始されます。そんな状況の中、最初に完成した曲は、ファーストアルバムに収録されている楽曲、ゲートウェイズで、メンバーたちは、当時のことをこのように振り返ります。ゲートウェイズは、メローな曲で、ホラー映画の主題歌のような、ちょっと不気味なメロディになっていて、最後は壮大なコーラスで終わる。これがバンドの進むべき道を示してくれたんだ。これが俺たちが進むべき道なんだと思ったよ。俺たちはこの手の音楽を知っているんだから、プログレッシブなことをやって、ラッシュのようになろうとする必要なんてない。90年代に俺たちが始めたことをやろうじゃないか。楽しんで、あまり考えすぎないようにしようとね、と話しています。2020年に結成されたバンドとはいえ、90年代から交流のある彼らが原点に帰って結成されたバンドですので、1990年に結成したバンドと言っても過言ではないですよね。私としては、今のインフレームスには、もう何も期待していないので、ザ・ヘイローエフェクトが結成された時は、かなりテンションが上がりました。ただ、これは、また、アルバム解説の方で動画を作った時にも話しますが、2023年にリリースされたインフレームスの新譜は、やっとインフレームスが帰ってきた、と言いたくなるほどの良版で、インフレームスの完全復活と言ってもいいんじゃないかと思える、どの時期のファンも納得する一枚に仕上がっていると思います。話は戻り、そんな彼らが、2022年、ファーストアルバム、Days of the Lostをリリースします。メンバー構成は、
ボーカルのミカエル・スタンレ、ギタリストのイェスパー・ストロムブラードと、ニクラス・エンゲリン、ベースのピーター・エワース、ドラマーのダニエル・スベンソン。メンバーは、全員、元インフレイムスのメンバーで、イェスパーと、交友関係の深いメンバーで構成されています。また、ボーカルのミカエルは、ハンマーフォールを立ち上げた人物でもあり、1993年からは、ダークトランキュリティのボーカリストとしても活躍しています。これ以上にないメンバーによりリリースされた本作は、初期インフレイムスを彷彿とさせる場面だけでなく、デジタルサウンドやいい意味でモダン化していて、90年代のインフレイムスを現代に蘇らせたかのような、そんな印象を感じます。2曲目のタイトルナンバー、Days of the Lost なんて、曲が始まった瞬間、インフレイムスの超名曲、Embody the Invisible だ、と思わず微笑んでしまうほどです。かなりモダン化はされているのですが、アルバム全体を通して一貫しているのは、あの頃のインフレイムスなんですよね。ザ・ヘイローエフェクトというバンドではなく、インフレイムスのアルバムなんだ、と思い聞いても、違和感のない楽曲で溢れていて、初期インフレイムスが大好きな私でさえも、良いアルバムだと思える最高の一枚に仕上がっています。イェスパーがいる限り、ザ・ヘイローエフェクトの未来は明るいですし、こっちの方がインフレイムスよりインフレイムスしてるじゃねえか、と言いたくなるほどです。メンバーたちは、本作を制作するにあたってインスピレーションを受けたバンドとして、クリエイター、モービッドエンジェル、そして我らが、ラウドネスのバンドを挙げていて、メンバー全員で、それぞれ、お気に入りのアルバムを聴き、そこで感じたことを、本作、Days of the Lost に送り込んだそうです。メンバー全員でアルバムを聴くって、どんだけ仲がいいんだよって思いますよね。2024年の初頭には、セカンドアルバムがリリースされることも発表されているので、かなり待ち遠しいですし、彼らにはめちゃくちゃ期待しています。インフレイムスも完全復活の影を見せていますから、ザ・ヘイローエフェクトの活躍がいい刺激になればいいと思いますし、お互い切磋琢磨して、良いアルバムが生まれればなと思っています。最近、ミュージックビデオが公開された楽曲も、かなり海外で評価が高く、特にミカエルの歌声が素晴らしいと称賛されています。私もミカエルの歌声はすごく大好きで、ザ・ヘイローエフェクトのモダンなメロデスサウンドには欠かせない存在だと感じます。メロディックデスメタル界の覇者であり、メロデス界に多大なる影響を与えた全盛期インフレイムスのメンバーたちが結成したバンド、ザ・ヘイローエフェクト。今後の彼らの活躍に注目です。ファーストアルバムの2曲目に収録されているタイトルナンバーだけでもいいので、まだ聞いたことがない人は聞いてみてください。あの曲だ、あの曲が蘇った、と笑っちゃいますよ。それでは、皆さん、良いメタルライフを。